主人公の健太、32歳。都内の中小企業で働く、ごく普通のサラリーマン。彼の世界は灰色でした。朝は、満員電車に体を押し込まれ、会社に着けば、理不尽な上司の怒声が待っている。おい健太、なんだこの資料、数字が違うだろうが、何度言ったらわかるんだ。お前は給料泥棒か。申し訳ありません。すぐに修正します。教師の佐藤は自分のミスを巧みに健太のせいにし、彼の功績はすべて自分のものとして報告する、絵に描いたようなパワハラ上司でした。同僚たちも見て見ぬふり、むしろ厄介者のように健太を遠巻きにしています。手取りは20万円にも満たず、家と会社の往復だけで一日が終わる。週末は平日の疲れを引きずったままただ眠るだけ。また、月曜日が来てしまった。なんで、俺はこんなところで働いているんだろう。学生の頃は、もっとキラキラした未来を想像していたのに。そんな健太にも、唯一、心の安らげる場所がありました。会社から少し離れた路地裏に、ひっそりと佇む小さな定食屋。80歳を過ぎたおばあさんが一人で切り盛りする、カウンターだけの古いお店です。いらっしゃい。今日は、生姜焼きでいいかい？お願い。香ばしい醤油の匂い。温かいご飯と具沢山の味噌汁。おばあちゃんの作る定食は、不思議と健太のささくれた心を癒してくれました。なんだい、元気ないね。また、会社で何か言われたのかい？まあね、俺、何やってもダメみたいだ。そんなことないさ。人には、誰だって天から授かった宝物ってもんがあるんだよ。今は、土の中に埋まってるだけさ。いつか、必ず、キラッと光る時が来る。それまで、しっかりご飯を食べ。おばあちゃんの言葉はいつも、健太の心に温かく染み渡りました。そして、健太には、誰にも言っていない秘密の宝物がありました。それは、学生時代から続けている、プログラミングです。仕事とは全く関係ありません。ただ、好きだから。夜、アパートに帰ってから数時間、パソコンに向かってコードを打ち込む時間だけが、唯一、自分らしくいられる瞬間でした。その日は突然やってきました。月曜日の朝、健太が出社すると、社内は異様な空気に包まれていました。どうしよう。基幹システムが全部ダウンしてる。サーバーにアクセスできないぞ。これじゃ仕事にならない。会社の業務を支える基幹システムが完全に沈黙したのです。見積書も作れない。顧客データも開けない。工場への発注も止まってしまいました。社内は大パニック。もちろん、佐藤が黙っているはずがありません。システム管理部の連中は何をやっているんだ。すぐに復旧させろ。しかし、システムは複雑にカスタマイズされており、管理部の人間でも定員が特定できません。外部の保守業者に連絡するも、返ってきたのは絶望的な言葉でした。これはかなり根が深いですね。原因究明だけで数日、復旧には1週間以上かかるかもしれません。会社の業務が1週間もストップすれば、その損害は計り知れません。社長も役員も顔面蒼白です。問い詰められた佐藤はいつものように責任転嫁のターゲットを探し始めました。そしてその矛先は健太に向けられたのです。そうだ、健太。お前、先週このシステムにデータ入力してただろう。お前が何か変な操作をしたんじゃないのか。いえ、私はマニュアル通りに。うるさい。お前みたいなのが触るからこうなるんだ。どうしてくれるんだ、この損害を。理不尽な決めつけ。いつもなら、ただ頭を下げて嵐が過ぎ去るのを待つだけの健太。しかし、その時、彼の心の中で何かがくつりと切れました。社員たちが途方に暮れ、諦めムードが漂う中、健太は静かに立ち上がりました。そして、社長と役員がいる前で、こう言ったのです。社長、少しよろしいでしょうか。なんだ、健太。お前が口を挟むな。このシステム、もしかしたら、僕に直せるかもしれません。静まり返る役員室。次の瞬間、佐藤が腹を抱えて笑い出しました。ははは、何を言ってるんだ、こいつは。専門の業者でもタジを投げたんだぞ。お前に何ができるって言うんだ。バカも休み休み言え。同僚たちも、あいつ、何を血迷ったんだ、と、冷ややかな視線を送ります。しかし、健太は、まっすぐに社長の目を見て言いました。保証はできません。でも、試させてください。趣味で、少しだけプログラムをかじっています。このシステムの構造、なんとなく見当がつくんです。あらにも、すがりたい思いだった社長は、
健太の真剣な眼差しに何かをかけてみることにしました。わかった。やってみてくれ。君を信じよう。その日から健太の孤独な戦いが始まりました。他の社員たちが帰った深夜のオフィスで一人パソコンに向かう。複雑に絡み合ったコードの海に深く深く潜っていく。食事も睡眠も忘れ、ひたすらモニターを睨み続ける。そして3日目の夜明け前、健太はついにエラーの原因となっているたった1行の異常なコードを発見したのです。それは過去のアップデートの際に業者が犯した単純なミスが原因で時限爆弾のようにシステムに潜んでいたものでした。震える指で慎重にコードを修正し、エンターキーを押す。数秒の沈黙の後、彼の目の前のモニターに見慣れた業務システムのトップページが正常に表示されました。翌朝、出社してきた社員たちは自分のパソコンが正常に動いているのを見て目を疑いました。嘘。治ってる。健太が本当に一人でやったのか。社内は歓喜の声に包まれました。社長は健太の手を固く握り、何度もありがとうと繰り返しました。数日後、役員会議室に健太と佐藤が呼ばれました。得意げな顔で席に着く佐藤。どうせ、俺の管理監督能力が評価されるんだろう。あいつはたまたま運が良かっただけだ。しかし、社長の口から出た言葉は予想とは全く違うものでした。佐藤部長、今回の件、君には責任を取ってもらう。何をおっしゃるんですか、社長。私は、この健太君を信じ、彼にチャンスを与え、見事にプロジェクトを成功へと導きました。その時、健太は静かに一枚の書類をテーブルに置きました。社長、これは僕がシステムを解析した際に出てきたログデータです。ここには過去に佐藤部長が自分のミスを隠蔽するためにデータを不正に改ざんした記録が複数残っていました。それは健太が復旧作業の過程で偶然見つけた佐藤の不正の動かぬ証拠でした。手柄の横取り、ミスのなすりつけ、そのすべてがシステムの記録によって白日の下にさらされたのです。そんなものはでっち上げだ。もういい、佐藤君。君の言い分は聞くに値しない。来週付で子会社への出向を命じる。崩れ落ちるように椅子に沈む佐藤。その姿を横目に社長は健太に向き直りました。そして健太君。君の能力はこんなところでいぶらせておくべきじゃない。我が社は DX デジタルトランスフォーメーションを推進する新しい部署を立ち上げることにした。君にその初代リーダーを任せたい。もちろん待遇も大幅に見直してもらう。それは健太にとって信じられないような提案でした。はい、と答える声は少し震えていたかもしれません。あれから半年、新設された DX 推進室で健太はリーダーとして生き生きと働いています。かつての覇気のない姿はもうどこにもありません。彼の的確な指示と誰に対しても誠実な人柄は部署のメンバーから厚い信頼を寄せられています。給料は以前の倍以上になり、生活にもゆとりが生まれました。しかし、彼が今も週末に必ず訪れる場所があります。おばあちゃん、この間のプロジェクト、うまくいったよ。そうかい、よかったじゃないか。ほら、言った通りだろう。あんたの宝物は、ちゃんと光り輝いたんだよ。ありがとう、おばあちゃん。健太の物語は、私たちに大切なことを教えてくれます。誰にでも自分では気づいていないかもしれない宝物が眠っているということ。それが趣味でも特技でも人より少しだけ詳しい知識でも何でもいいのです。どうせ自分なんてと諦めてしまう前にその宝物を少しだけ磨いてみませんか。いつかその輝きがあなたの人生をそして世界を大きく変えることになるかもしれません。この動画が良かったらチャンネル登録と高評価をお願いします。では、また次の動画でお会いしましょう。